いきなり当てるのって至難の技というかなんですけど、ちょっとキラさんに立ってもらってちょっとはいはいで多分分かりますね、その連続技の最初に逆にスポンを落とすっていうのは、新しい視点ですね。本当ですか。なんか思いつかなかったんで。じゃあ何を人が見るのか、という話になってくるんですよね。で僕が大きく3つあると思ってて、まずは光とか炎、何もない状態からパッと光る、そしてもう一つがこうやって動いてるもの、動き出すと物が動き出すと見るんですね、本能的に。そしてもう一個なんですけど、これが僕は出現と言っています。出現したものを見ちゃうんです。何もない、例えばこう今コイン隠れてますよね。この状態からこれって、今さっきの原理から言うと、動いたものを見るはずなんですよ。そうか。でもこれ多分見てたら、こっち見ますね。確かに。多分これが危険なものじゃないってもう判断されてるのかなと思う。どっちなのかちょっとわからないですけど、でこの動くことよりも出てきたものの方を見るんですよね。これは分かりやすく大きくするとこれですね。こうすると間違いなくこっち見ますね。間違いなく見ますね。もしかしたら色とかも関係はあるかもしれません。多少はね、暗いものよりは明るい方がより見るしってはなると思うんですけど、これがシンプルな原理なんですよ。そうすると、これがこっちでもですよ、これがこっちでも、こっちを見るとそうですね。より動いてますからね。で見えてないものが出てきたらより見るんですよね。と思うんですね。どうもこれが、人間は見てしまうじゃないのかなと思ってます。そうするとですよ、この原理があります。でこの出現の原理がちょっと結構肝で、これって結構強烈なんですよ。見ざるを得ないんですね。じゃあ同じサイズ感でやるとどうなるのかなと思ったんですが、ここからが検証なんです、一緒にこれね2枚使えます、でちょっと見ていただきたいんですけど、僕分かんないんですよ、自分でやってると。こうトランプありますよね、で影からどっち見ます？もう一回いいですか？そこなんです。そこ分かんないんです僕も。これでこの状態、これちなみにマジックっていうことをなしでいきなりこうしてそうですシンプルにマジック云々じゃなくってこう見てるじゃないですか。ここ注目し続けますね。本当ですか。なるほど、こっちじゃないんですね。なんか注視してると動いたなとは思うんですけど、確かにな。じゃあ逆にどうすりゃいいんだろうな。いやこっちを見るのかなと思っちゃったんです僕。ここをでもあれかもしれない、カードを見ててくださいって言われると、なるほど、ここ注視します。じゃあ分かんないです。これ全体的にぼんやりというか、試合中多分そうやって見られてるんですよ。試合みたいな感じですね。それだとどうなんですか？そうやって見てもらって。これ試合中もそうなんですけど、基本目線は一箇所っていうか一点見てるんですけど、同時にこういうふうに見るっていう癖があるんですよ、試合中は。なんで何ですかね、その視線は動いたものには一切持っていかないんですよね、試合中は。そうなんですね。なるほど。ここを一点見たままこういうふうに見るっていうのをしてて。なるほど。ただ初心者の人は動くものにみんな集中するんですよ。ですよね。なんで初級者中級者レベルの人は、ハイキックとかローキックが怖いと足を見ますし、パンチ効かされると手を見たりするんですけど、そういう人は、ただし、簡単にボコボコにできちゃいます。ですよ。そういうことですよね。上級者レベルになると、一切手足は見ないんですよね。なるほど。そうなんですね。そうか。そうすると、いや僕ね、多分それじゃあ通用しないですよ、僕が思ったやつ。これ手とかだったら、手とかに隠れてるんだったら、
こう交差する瞬間があれば、ちょっと出たりするとこっちに目いっちゃったりするのかなと思ったんです。目はいかないです。いかないですね。意識は、します。意識はする。意識はします。確実に動いてるっていう意識はするんですけど、目線はそこにはいかないです。なるほど。目線はいかんけど、意識はする。でも意識がいけばいいわ。分かんないんですよ。なんか例えばこのカメラでってこう隠れてる、こう隠れてるところからこう出る、いやこれがなんか打つパンチだとしてね、これが動くとこっちからちょっと意識が若干薄まるのかなと、ここの意識がそんなことないのかなと思ったんです。そういうことか、要はこう構えててこっちを出す前に、あえて隠しといた手をひょいと出しながらこっちを打つってことですか。例えばそういうことが通用するのかどうかなのかなと思ったんです。なるほど、実はさっき、こっちの話を聞いてるときに、思ったのがそっちが思ったことがあったんですけど、何ですか。ここで終わりだと思わせた後の次は引っかかるっていうのは、これは思い当たる節がいくつかあって、なるほど。この空手とか大技の後って、大技かわした瞬間の選手ってホッとするんですよ。なるほどね。特に上段回し蹴り系とか、後ろ回し蹴り系とか、打った方もそうなんですけど、意外とこの、そこで一区切りっていう感覚があって、たまに使える選手がいるんですけど、後ろ回し蹴りとか大技をバッて出してかわされた後にひょいと出した技で KO したりとかは、これはもう、僕も選手なんであれなんですけど、大技ってかわした後に、大きい技かわせたっていう一瞬の安心感があったりするんですけど、そういう瞬間とかは意識してないと次の技が見えなくなってたりするんで、気が抜けますよね。そうですね。だからそれは、もう全く一緒だなって思いながらさっき見てて、それに関してはあれなんですよ、ミスディレクションじゃなくて、オフビートって言ってるんです僕ら。いろんなオフビートがあるんですけど、今みたいなもう終わった、気が抜ける瞬間、やっぱりずっとこうできないじゃないですか、人って集中できないんで、やっぱり集中、そして、緩和、集中と緩和、緊張と緩和を繰り返すじゃないですか。その緊張感から緩和する瞬間にやっちゃうのが一番簡単なんですね、技って。なのでさっきもそうなんですね、もう一回コンビネーション見せといて、ちっちゃいコインから大きいコインが出るという一括りのコンビネーションを見せといて、これを実は取ってた。だから伏線ですよね、ある種の。これを実は僕はもうやろうと思ってたわけですから、これを思ってるんですそうですね。っていうのはありますけどね。なるほど。だからじゃあ僕が思ったのは、隠れてるものからビョイと出ると意識がそっちに行く、その瞬間で何か技を繰り出すことができないかなと思ったんです。なるほどですね。意識が目線までいかずともね、意識がちょっと持っていければね。ひょいと出てくる。隠れてるものがひょいと出てくるとね。隠れてるものが、思わず意識しちゃうのは顔に向かってくるものとかは意識しちゃうんですけど、例えばですけど、この構えてて、急にひょいと目の前に手のひら出されると、意外とこの迫ってきた手を見ちゃうんで、これに隠して技を出すっていうのはあったりするんですけど、出拳とはまたちょっと違うんですよね。そうですね。それは視覚を利用した感じですよね。多分ね、意識でもそれともディレクションっていうんですかね、そっちの方は。ディレクションですよね。多分ディレクションからの動いたディレクションからの視覚を利用した突きとか蹴りなんですよね。意外とどっかに集中しちゃうと、その前木田さん喋った中心視野で、このどっかにあって思ってヒュッと集中しちゃうと、もう急にここの周辺が見えなくなっちゃうんで、そういうのはあるかなと思うんですけど、それはあると思いますよね。意外とやってる最中に自分から離れたものが多分ひょいっと現れても、確かにそんなに危機感を感じないんで。確かにそうですよね。格闘技で、思わず目線がいっちゃうのは、危機を感じるものが急に近づいてきた時とか、そうですね。尋常じゃないスピードの後ろ回しが一瞬ここに来た瞬間とかは、やばってなる瞬間はやっぱりバッてこっちに集中いくんで、そういうのは間違いなくあるんですけど。そうですよね。そっちはあるなるほどな。じゃあそっちで考えるべきなんでしょうね。そうですね。だからさっきみたいにこの
もういきなり大きいのがボンって出てきたみたいな、そうですよね、これですよね、想像してないものがいきなり、例えば想像してない攻撃がいきなりこの辺にパッと現れたりすると、うわわってなったりはする、なりますよね。そうするともうそれ一点に集中しちゃうんで、もしこれに集中した瞬間に他のものが飛んできたら多分かわせないです、確かにだから多分あれなんだ、これもう大小ですよ。パンチで見たときにこの視覚だとして、これパンチの近さじゃないですか、自分に対する、ね、こっちの方が近いですよね、そうですね、はい、自分にとってね、こっちが、だからボーンと出てきたら、こっちにちょっと意識がいくんで、確実にそうですねっていうことですよね、なるほど、そこをうまく利用すればいいんだな、そうするとこの視覚ちょっと中心視野がこっちに移るから、周辺視野がおろそかになることで、これが何か、技ですね、パンチだ蹴りだのが繰り出しやすくなると、っていう理屈になるのかもしれないですね。間違いなく起こりますね、そしてこれが当たりやすくなるとかね、逆もこういうことですよね。この状態からこれを入れるという技術ですよね、これがパンチだ蹴りだになるんでしょうね、きっとね、視覚からの。だからこうなってる時にこれはもうこれでわからないですからね、そしてドーンと出てくるとやられますよね。多分タイミング的にはちょっと手置いといてもらっていいですか、ここ置いといていただいて、このでね、こう来て出てきます、これですねなるほど、これ多分食らっちゃいますよね、食らいますね、食らいますね、多分こういうことなんでしょうね。なんかこういうのでじゃあコンビネーションとか分かんないですが、作るといいのかもしれないですね。そうですね。そうするとコンビネーションを作るときに、有名な技がある選手だったら、その有名な技を、引っ掛けというかこれに使って、そうですね、次の技を用意しておくと蒔絵にするということですね、いいコンビネーションになるのと、そもそも認知度がない選手だったら、何かしらあえて大技を、当てなくて、初めから外れる前提で出しておいて、あ、こいつこんな技出すんだっていうのを相手にすり込んでおいてから、大技をフェイントに使うっていうのはありかもしれないですね。そうですよね、それは間違いなくありますよね。もちろん一発目で当たれば一番いいですし、ね、でもあれなんですよね、大技って、よほど得意な技以外は、いきなり当てるのって至難の技というかなんですけど、なんですかね、これはちょっとキラさんに立ってもらってちょっとこっちでやった方が分かりやすい。じゃあ構えていただいて、こんなんでいいですか、分かりやすく、じゃあ上段回し蹴りで、上段回し蹴りって、当然顔蹴らなきゃいけないんで、顔蹴れる距離でこう蹴った場合に、要はキラさんの顔に届かなきゃいけないから、上段蹴ろうと思ったらやっぱここまで行かなきゃいけないです、でもそうするとこれってキラさんの射程圏内に入らなきゃいけないんで、そうですね、リスク高いんで、意外と組み手の最中にじゃあこの状態で相手の顔を蹴ろうって思うと、よほど得意じゃない限り、ここで蹴ること自体ができないんですよ。でよく上段回し蹴りミットだと蹴れるのに組み手だと蹴れないっていう人って、要はこの打ち合う距離でこれを上げるって恐怖に耐えれなくて、そもそも出せなかったりするんですよ。なるほど。なんでさっきみたいに蒔絵に大技を使うんだったら、初めから当てないつもりで蹴るっていうのが技があって、当てないつもりで蹴るっていうか、極端しこっからだったら、僕こう当たんないんですよ、当たんないんですけど、オーバーのモーションで、意識は届いてるっていうふうにして、例えば絶対当たらない距離でも、こっからやると、来るとは思うんですよ、来るとは思います、そうすると、当たらない距離なんで、初めからここ蹴るつもりなんですけど、意識は当たってるつもりで、初めから外すつもりで、例えばですけど、受けようとしてここパチンってこの辺蹴っちゃってもいいですし、ちょっと今不定形がされたら困るんでちょっと止まっといてください。この状態でここをこう、例えばですけど、この辺蹴るんですけど、意識だけ顔に向けてって蹴ったりすると、相手からするとこれ受けなきゃってなってくるんですよ。受けなきゃって感じします。来るって思うじゃないですか。そうすると当てるつもりない蹴りなのに、相手にはこの人はこの技あるって思わせれるんですよ。なるほどなるほどそういう意味なんですね。さっきの当てないつもりでも先に蹴るっていう意味が。で、例えばですけど、これが後ろ回し蹴りとかだと、これでこの距離とかで後ろ回し蹴りを蹴ると、何にも意識せずにこうやってやっても多分危機感ないから何も思わないですよね。気持ちが入ってない感じ。そうするとこの距離で後ろ回し蹴る時とかはわっていくつもりでバッて蹴ったりすると、来るなって思うじゃないですか。で来るなって思わせた技
技があると、その次の瞬間とかに例えば後ろ回しよりわざと外す、のでも、ここでなんていうんですかね、こう一応ゆっくりやりますね、これ行くつもりでフッと蹴ってファッていった瞬間に次パッて蹴りが来たりすると、この蹴りって、大技避けた後なんで当たったりするんで、確かにこういうコンビネーションを意図的に最初から考えて練習しとくっていうのはありかなと。なるほどね。で、例えば僕だったら上段膝とか、が有名だったんで、じゃあ上段膝を餌に上段膝外れたと思った選手に何するかっていう考えたことなかったんですよね。なるほどそれちょっと、上段膝あるってみんなが思ってるから、上段膝来ると思ってる選手にその中段膝だったりとか、パンチだったりっていうのは技はあったんですけど、じゃあ上段膝をわざと外した後にっていうことは考えたことなかったんで、なんかそういう研究は今更ながらあってもいいかなっていう。あと今なんかやってもらって感じたのは、こう当たらない後ろ回し蹴りからの、こうやってこう蹴ってましたよね、っていうのがブンブンっていうなんかっていうリズムよりは分かんないんですけど、ブンぐらいのなんかちょっとなんか間がなるほどシンコペーションっていうんですか、音楽とかでああいう感じの方がより入るような気がしました。そうですね、今こっちに立っててもそう思いました。外れた後にいきなり来る外れたなって完全に思ってからの方が気抜けますね。そうですね、面白い。バーンね、1、2よりは確かに回転が止まった方がポンどかの方が入りやすいよね。確かにこれ間違いないな。面白い。ありがとうございます。なんかこれ大きなヒントですね。これ全然違うんですよ。なんかマジックとかがそうなんですよ。連チャンとかでまだ気が抜けないんですよ。そうですね、動いてると確かに思わず警戒しちゃいますね、次の動き。オフビートにならない、ずっとそのテンポでいくとずっと緊張がずっと続いてるんで対処できちゃう。まだ確かに。でもなんか気が抜けるんですよね、終わった感を出すと。そうですね。そしてそのまでいくとなんか対処しにくいんですね。ノッキングしちゃうんですよね。いっぺん抜くと入れ直すのって一瞬気がいるというか、そうなんですよ。ちょっとねおろそかになってるというか、遅れちゃうんですよね。なるほど。いやこれ面白いな。これ本当ちょっとしたことだけど全然違いますね。なんかそんな感じはあります。すごい。めちゃ大きいヒントいただきました。いやかなり大きいヒントいただきましたね。これは面白い。いやこういう技でホッとさせるっていうのは、そのオフビートっていうんですかね、それは考えたことなかったですね。構えてて、ちょっと構えてもらっていいですか。構えててこれでいくよっていうイメージ持っといて、この時にフッて抜くのはこれ組み手でもよくあるんですけど、これいくよってやると相手もグーってなってるんですけど、こっちがホッて抜くと相手も一緒にホッて抜くんですよ。こういうのはよく使うんですよね。特に他人数組100人組だとさんのいくよって言ってホッて抜いて相手が上がった瞬間だけスポーンって入ると使えるんですけど、これをじゃあ連続技の最中で使ってたかっていうと一切やってなかったです。なんか休みたいですもんね。だってこっちもずっと緊張しているわけだから、どっかで休まないと、休みながら戦わないといけないですもんね。いや面白いな。でも本当これはいろんなところで使えそうですね。なんか意図的にそう入れるとより使い分けられるので、多分戦略というのか戦術というのかだとは思うんですが、いいヒントいただいて。本当ですか。なんかちょっとね、一番初めに思ったのはやっぱり通用しないんだななんて思いました。改めてやっぱそういうふうに俯瞰でね、こう見てるから通用するのかなとか思ったんですけど、でも相手によっては通用すると思います。いやですよね。多分初心者というか分かんないですけど、レベルの問題になってくるのかなと思いますけどね。もしかしたらこう出現したものが自分の方に寄ってくるっていう動作をなんか入れると可能性はあるかなと思います。そうですよね。やっぱそこは一番大事な要素でしょうね、きっとね。やっぱどうしても自分に迫ってくるものに対しては危機感とか殺気があるものが迫ってくるとどうしてもそっちには注視しちゃうんで、もしかしたらそこは応用できるかもしれないですけど、ちょっと今パッと思いつかない。そうですよね。多分なんか余地はあるかもしれないけど、工夫する余地はありそうな気がします。なんかそれをちょっと思いついたのはそれでした。ありがとうございます。いやでもなんか違うところでヒントをいただいた。いや全然いいです。いや僕はほらもう空手の専門家でも武術の専門家でもないんで分かんないんで、なんか
全然違うところのヒントになれば全然いいんでですね。なんかこのなんだろう、空手の技研究をする動画って僕初めてやる気がします。そういえばなんか習うっていうのはよくあったんですけど、その技術を聞いて技を開発しようっていうのは初めてのこう取り組みというか、面白かったです。そうですね。なんかね、まあ音楽とかでもそうですよね。なんかずーっとトン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 っていくよりはで上手になんかスポーツ選手とかもそこ崩してきますよね。それがコンビネーションとか技術の中でやられるとより対処しにくくなるような気がします。なるほど。でもそうね、技の連続技の最初に逆にスポンを落とすっていうのは新しい視点ですね。本当ですか。なんか思いつかなかったんで。よかったです。ありがとうございます。今日から使えるカウンターということで、3つの中で最も簡単な打たせて打つ、僕が道場で、気持ちのカウンターと呼んでいる技術を、解説していきたいと思います。これ使えるようになると自分は聞かされず相手だけ聞かして、でもいつジャンプするか分かんないじゃないですか。こういう時にやったのが今打ちたくなりました。なので今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。この後は概要欄にある、キラさんの超絶技巧チャンネルもクリックして、ぜひキラさんの、超絶技巧マジックや、武術の達人たちとの、コラボを見ていただきたいんですが、あれですね、前回お話聞いた熊本県の、人吉市の、鮎の里の、あれですね、ぜひちょっとあれですね、お近くの方とか、旅行行かれる方がいたらっていうので、ちょっとよかったらお知らせしていただいて、ですね、今年の4月と6月に、熊本県人吉市の鮎の里というホテルで、イベントをやります。一つが4月の僕のワンマンイベントですね。これがクロースアップショー、目の前で、そしてお客様は少人数制、最大で8人ぐらい。マジですか。めちゃくちゃ贅沢ですね。それを目の前のやつを、1時間ぐらい僕がマジックショーやる。さっきみたいなものが目の前で見れる。そうです。もういろいろ見れます。そういった非日常空間をね、目の前でのマジックを楽しんでいただく、こういうイベント、これが4月の13と14、日曜日と月曜日なんですけどね、行います。宿泊プランでね見れますし、よかったら来ていただきたいと。そしてもう1点が6月、これがですね、イリュージョンずっと銘打って、僕とあとマジシャン3人全部で4人、これの、ショーを行います。これもステージでやりますんで、多分200人とかいらっしゃっていただく感じになりますんで、そちらも、やってますんで、ぜひ来ていただきたいなと思います。ぜひぜひ動画概要欄に詳細貼っておくんで、お近くの方とか、せっかくだからちょっと熊本に、旅行行こうかなみたいな方は、そうですね、宿泊ついでと言っちゃあれですけど、宿泊しながらも、楽しんでいただけると思うんで、ぜひちょっと動画概要欄チェックしてみてください。人吉のね、温泉と料理と、そしてマジックとその非日常を味わっていただけるというイベントです。もうすでにね、チケットは売ってありますんで、ぜひ早めにぜひよろしくお願いします。売り切れる前に、特にあれですね、キラさんのクロスマジックショーだと、枚数もそんなにそうですね、量があるわけないですよね。1日に2回で全4回公演をやるんで、8、4、32人。じゃあ結構少ないですね。そうです、32人しか見れないんで、九州、人吉は九州のど真ん中らへんなんですよ。だから鹿児島、宮崎とかからだと1時間程度で来れるし、熊本市内から福岡からだと、もうちょっとかかりますが、そのぐらいで来れるんで、よかったらぜひ来てください。ぜひチェックしてみてください。じゃあ締めます。日頃僕のチャンネルは見れば、誰でもすぐに再現可能な技術解説など見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜18時に投稿していますので、内容がいいなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録して、これからの空手広告別の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。この間よりは噛まなかった気がする。最大酸素摂取量について YouTube では公開していなかった部分の深掘り解説をしていきたいと思います。しかも毛細血管の量を増やすことだけが目的であれば、強度は実はかなり低くても大丈夫で、これを1日トータル30分程度行うだけでもトレーニングをやり始めた頃であれば十分高い効果が出ることが分かっているので、